こんな朝から誰だろう。出ますから待ってくださいね。もしもし、ホワイトですが。ホワイトさん、こんな朝早くにすみません。実はですね。大変じゃん。中立ヒーロースペシャルエピソード3は前編。救急車で運ばれてきたので何事かと思いましたが、軽い捻挫ですね。そうでしたか。安心しました。軽い捻挫らしいけど痛みはどうだ。ゴージャスよ。痛くないとは言いませんが、マスクパパは大げさすぎるのですよ。病院に連絡が来た内容では、臓器が破裂してるかもとか言われたので、外科の僕が見ましたが、足の捻挫だけでしたので、本来なら整形外科でしたね。わしの大切な娘だから、治せるなら外科だろうが、整形外科だろうが何でもいいんじゃ。とにかく、少し歩けるとしても、捻挫ですので無理はなさらないでください。湿布を出しときますので、貼って、安静にお願いします。そんな治療ではダメじゃ。大切な娘だからこそ入院させて完治してもらわないと困る。なんで捻挫で入院なのよ。まったくマスクパパはお姉様が軽い捻挫なのになぜ入院にする必要があったのか。デリシャスさん、お待たせ。ホワイトさん、朝早くから騒がしくしてすみませんでした。私は平気だよ。それよりゴージャスさんの容体はどうだったの？軽い捻挫らしいので、普通なら自宅安静なのでしょうが、マスクパパが大げさにしたらしく入院になりましたわ。それならせっかくだし、お見舞いに行くよ。部屋はこっちらしいですわ。ここの部屋ですわ。お姉様、ホワイトさんも来てくれましたわよ。ホワイトさん、わざわざすみません。それと、朝から騒がせてしまいましたわね。私のことなら平気だから気にしないで早く治してね。それと、ブラックちゃんも後から来るって言ってたよ。大げさなマスクパパのおかげで皆さんに迷惑をおかけしてしまいましたわ。でも、ゴージャスさんはなんで捻挫したの？それがですね。お姉様ですか、今着替えてますので。マスクパパ、また娘の着替えを覗いているのですか？まずい、見つかってしまったか。逃げろ逃げろ。おーノー、大切な我が娘のゴージャス、大丈夫か？マスクパパは何をやってるのですか？痛い。
いたたた、足が痛いですわ。それは大変だ。そば屋じゃなくて病院に電話だ。こんな情けないことで怪我をしてしまいましたわ。それはある意味大変だったね。でも、大怪我じゃなくてよかったよ。失礼しますね。私がこの外科病棟の看護師長です。それでしばらくの間、ゴージャスさんのお世話をする。看護萌えさんです。見習い看護師の看護萌えです。みんなからは萌えとか萌えちゃんとか呼ばれてます。看護さん、患者さんは友達ではありませんから、頑張ってお世話してくださいね。師長、わかりました。ゴージャスさんと仲良く、じゃなくて、お世話します。看護さん、萌えちゃんって呼ばせてもらうわ。入院は初めてなので、お手柔らかにお願いします。ゴージャスさんは入院が慣れてないのですか？それでしたら、今回はスペシャルコースで、栄養抜群の点滴や、ハードなリハビリや、お風呂のお世話もしますからね。早く治しましょうね。ひえー。ゴージャスさんも元気そうだし、萌えちゃんって可愛らしい看護師さんも見てくれるから安心だね。そうですわね。私も萌えちゃんが優しそうな方で安心しましたわ。それよりも、お姉様を怪我させた張本人のマスクパパの姿が見当たらないのが心配ですわ。入院もできたから安心して帰宅したとかじゃないの。そんな普通の考えの人なら、私も心配はしませんが。病院はベリーナイスで僕も入院したい。お、美しそうな後ろ姿美人の看護師さんを発見。今度よかったらバイエルンデートでもしませんか？それはぜひ。でもシャウエッセンも好きですわ。母ちゃん、ごめんなさい。看護師長さん、こんにちは。今時はお昼ですか？はい。今からお昼ですが、あなたは？私はこういうものです。お昼の大切なお時間でしょうが、少しだけよろしいでしょうか？ご飯も食べないといけないのに、何のご用件ですか？まあまあ、そんなに目くじらを立てて怒らなくても良いではありませんか。実はですね。これって何かご存知ですよね。あなたは、私に、何を求めているのですか？やっとグラビア撮影が終わったけど、ゴージャスさんの入院してる病院ってこの辺りだったよな。早く向かってあげなきゃ。萌えちゃん、今日も可愛いね。いつもありがとね。萌えお姉ちゃん、また遊んでね。皆さん、今日も元気そうだな。私もまだまだ不慣れだけど、一人前になれるように頑張らなきゃ。やあ萌えちゃん、看護師の仕事は重労働だし、責任は重いし、大変だろうけど頑張ってね。C 先生、ありがとうございます。頑張りますから、またご飯ごちしてくださいね。あはは、わかったよ。今から会議があるからまたね。
先生たちも患者さんやいろんな日々の学びなんかも大変そうだな。すみませんが、はい、あれ、さっきはアイドルのホワイトさんかと思ったら、今度はブラックさんにも会えるなんて嬉しいな。もしかしてゴージャスさんを探してますか？ピンポンの大正解です。ゴージャスさんの病室を教えてください。ご案内もしますし、私がゴージャスさんの担当をやってる看護萌えです。それなら一緒に行きますか？あの子が新人看護師の看護萌えとかいう若い子ね。ちょっと若いからってちやほやされてるのか。嫌いなタイプだわ。あれは C 先生を発見。 C 先生、お待ちください。あれ、あなたは極悪医療の方でしたよね。覚えてくださって感謝の極みです。ぜひとも我が社の高性能の機械のご購入を検討してみてください。他社には負けない価格設定や機能もあれこれやりたい放題ですので、何でしたら今晩でもお食事してからでも私で試してみますか？申し訳ないが、あなたの会社の機械は壊れやすく、金額も他社より高いですから。それに食事の相手は間に合ってますので。それでは失礼します。何を偉そうに。この病院の院長の息子じゃなければ声なんかかけないわよ。でもあの先生は看護萌えを気に入ってるのは分かってるんだからね。それに食事の相手は間に合ってるだって。私の味すら知らないくせして偉そうに。おい、そっちはどうなんだ？すみません。私の方はなかなか乗ってきません。まあ仕方ないな。お前ごときの色仕掛けでは簡単にはいかないのは分かってたからな。そんなお前が無駄な時間を使ってる間に俺はとっておきを作ることができたぞ。これでまたポンコツ機械を販売したら温泉でも連れて行ってやってもいいぞ。さすがです。私だって好きで、こんな親父と温泉なんか行きたくないわよ。ゴージャスさん、お友達のブラックさんが来てますよ。ブラックさん、わざわざすみません。軽い捻挫なので、自宅での安静でよかったのですが、マスクパパが大げさでして。まあ、そう言わずに。マスクパパさんも大切な娘だからこそ心配をしてるんだよ。やっぱり信頼できる友達って良いですね。なんか私って騙されてばっかりだし、生意気とか言われ続けた人生だったので。萌えちゃんって呼ばせてもらうけど、なんか意外だな。さっきも通路でたくさんの患者さんから声がかかってたし。ブラックさんの読み通りで正解ですわよ。萌えちゃんのおかげで私もこの病院を好きになってしまいましたわ。お二人とも本当にありがとう。すごく嬉しいです。あ、そうだ。ブラックさん、どうかなさいましたか？実はね、こんな私でも看護師さんとかの憧れは小さい時にあったんだよ。普段の看護師のお仕事ってどんなことをやったりするのか聞いてもいい？そうですね。あれこれやることはありすぎて、何から話そう。看護師の主な仕事内容は問診で、点滴、注射予約、食事や排尿介助や、検温、脈拍、血圧とか体位交換などで、他にも患者さんのご要望があれば、仕事内容も増えますし、数えきれないですかね。ひえー、今聞いた内容だけでも頭の中がぐちゃぐちゃになるよ。そんなに大変なのに、萌えちゃんの笑顔って患者さんには天使に見えるんだろうね。ありがとう。お世辞でも嬉しいです。でも、今の私では何にも患者さんにはしてあげられてないのが現実です。それでも患者さんが怪我や病気を治して元気になって、退院の時にありがとうとか言われると、
この先の励みにもなります。それなら、萌ちゃんに先に言わせてもらいますわ。出会ってくれてありがとう。退院までよろしくね。ゴージャスさん、こちらこそ、この病院に来てくれてありがとう。って、それは変ですかね？お姉様もかなり捻挫も良くなって安心しましたわ。それと今日はホワイトさんが来てくれるみたいですわよ。なんだかホワイトさんにもいろいろと迷惑かけてしまいましたわね。退院したらお面でもプレゼントしようかしら。それと気になることがあって、あれだけ明るくて元気だった萌ちゃんが最近かなり悩んでる感じがするのよ。病院にもこんな便利にコンビニがあるのって嬉しくなるよね。ゴージャスさんは甘いものは食べられるよな。お土産に買っていこう。うん。あの人たちって見たことある気がするけど、病院の関係者なのかな？何かピリピリしてそうだけど、見たくて、聞きたくて。ガキは邪魔だから道を開けろよ。じいちゃんよ、病院は家じゃないぞ。毎日いるなよ。なんなのあの人たちって。あれは。萌ちゃん。何か感じが変だな。病院は、みんなが安心していられる空間なはず。極悪医療の人たちは、自分の利益しか考えてなく、みんなを怖がらせる。私は、そんな迷惑行為を許せない。変身！萌え萌え救急隊！変身！萌ちゃんが変身した。相手に迷惑をかける行為を私は許さない。でも私にはこんなことしかできない。パワフル注射玉、どれにしようかな。これに決めた。ビタミン注入。今の私には攻撃する手段はないけど、みんなを元気にはできるはず。萌え萌えビタミン注射一計。元気になったね。気をつけて病室まで戻るのよ。萌ちゃんありがとう。またね。おい新米、お前に居場所なんかないんだし、さっさとやめちまえよ。そうよ。誰も味方がいない場所にいても仕方ないでしょ。もう逃げて帰ったって伝えとくから。バイバイ。確かに、この人たちの言う通りで、私の居場所なんて、ないんだ。萌ちゃん、どうしたの？あれだけ元気だった萌ちゃんはどこに行ったの？